ブラッディ・メアリー、血まみれのメアリー。短い治世の中で大勢のプロテスタントを処刑したとして恐ろしげな異名をつけられてしまったイギリス女王メアリー一世。父ヘンリー8世、母キャサリン・オブ・アラゴンとの間に生まれ、王位継承権を持つ初めてのプリンセスとして幸せな人生を送るはずだった。ところがどうしても男子の世継ぎが欲しいヘンリーは強引にキャサリンとの結婚を解消し、メアリーは諸子の身分に転落。過酷な少女時代を乗り越え、37歳でイングランド初の女王となったメアリーはカトリックの復権と王党の安定を目指し、スペイン王太子フェリペと結婚。すぐに妊娠の兆候が現れ、幸せの絶頂を迎えるが、なんとそれは想像妊娠だった。一方、政治では国内の治安安定を目指し異端法を制定。当初プロテスタント司祭説教師の取り締まりを目的としていたはずの異端法は彼女の意図を離れて過激化していき、多くの一般市民が処刑されることに。そして心の支えだった夫フェリペはイングランドを去り、メアリーは再び悲しみと孤独に沈む。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。1556年3月5日、燃えるような彗星がロンドンの上空に現れました。フェリペの占星術師はこれをイングランドで大規模な反乱が起きる予兆だと予言しました。そして同じ年、かつてのメアリーの宿敵ノーザンバーランド公ダドリーのいとこヘンリー・ダドリーの反乱が起こります。反乱の目的はまたしてもメアリーを廃位し、エリザベスを女王に立てようというもの。この反乱の裏にはフランス大使ノアイユが暗躍していたとされます。しかし仲間の一人が裏切り、ポール枢機卿に密告したことで計画が露呈。逮捕された者たちのうち10人ほどが処刑されましたが、中には国政に関わる役人なども含まれていました。メアリーは恐怖のあまり人前に出ることもままならなくなり、夜も眠れない日々を過ごすことになります。そして当時からこの反乱にはエリザベスが関与していた可能性が指摘されています。尋問されたエリザベスの家臣たちは全員がダドリーの計画を知っていたと自白したのです。しかし事の次第を知ったフェリペはエリザベスを追及しないようメアリーに助言します。これにはハプスブルク家側の事情が大きく関わっていました。もしエリザベスが有罪となり王位継承から外されれば、次の継承者はスコットランド女王メアリー・スチュアート。彼女はフランス王太子フランソワの妻であり、彼女が王位を継げばイングランドはフランスの影響下に入ることになります。ハプスブルク家と当時のフランス王家バロワ家は因縁の中、フェリペとしては何としてもメアリー・スチュアートのイングランド王位継承を阻む必要性があったのです。メアリーはフェリペの事情を汲み、エリザベスに無実の証としてダイヤの指輪を贈りましたが、彼女を完全に信用することはできず、自身の中心であるサートマス・ポープの監視下に置きました。メアリーにとってエリザベスが複雑な存在であったことは想像に難くないでしょう。彼女から父と母、そして幸せな少女時代を奪った憎きアン・ブーリンの娘。しかも自身の廃位を狙う陰謀に何度も加担を疑われ、陰ではカトリックを軽蔑しプロテスタントを信仰しているエリザベスに対する複雑な感情はメアリーが亡くなるまで消えることはありませんでした。1557年3月20日、フェリペが2年ぶりにイングランドへ帰還。待ちに待ったフェリペの帰国にメアリーは大喜びしますが、彼の目的は金銭援助とフランスへの参戦依頼でした。この時、ハプスブルク家を敵対視する時の教皇パウルス4世がフランスと同盟し、ハプスブルク家を教会を脅かす勢力としてイタリアから追い出そうとしていたのです。
フェリペはフランス北部の戦線を有利に進めるため、メアリーに助力を求めたのでした。枢密院はお金と海軍の援助は承認しましたが、結婚時の取り決めを理由にフランスへの宣戦布告を拒否。ところが同年4月23日、フランス艦隊に護衛され、プロテスタントの亡命者だったサー・トマス・スタッフォードがヨークシャーに上陸。メアリーを退位させることを目的に放棄し、スカーボロー城を奪取する事件が起こります。城は数日で制圧されましたが、この事件にフランスが関与していたことで、イングランドはフランスへの宣戦布告を決断したのです。その数週間後、フェリペは再びイングランドを去っていきました。この戦いで、イングランドは大陸に残った最後の領土、カレーを失うことになり、教皇パウルス4世とも関係が悪化。カレーの喪失はメアリーの名声を大きく傷つける要因となってしまいました。1558年1月、メアリーは再び妊娠を発表します。しかし、悲しいことに、結局これも彼女の思い違いだったのです。その前年にイングランドを後にしたベネチア大使は、当時のメアリーについて詳細な記録を残しています。彼女は非常に信心深く、ほとんど殉教者のような生活をしているが、度重なる辛労のせいかシワが増え、年齢よりも老けて見えた。慢性的な生理不順の治療のため遮血を受けており、そのせいか顔色が悪く、ひどく痩せ細っていた。本人は隠そうとしているようだが、妹エリザベスのことをひどく軽蔑しているのは明らかだった。後継者については自分で指名するのを避け、時の流れに任せたがっているように見えた。そして5月には体調が急激に悪化。断続的な発熱や不眠、頭痛に悩まされ、一時的に視力まで失ったと言われます。8月にはインフルエンザに罹患。このままメアリーが亡くなれば、この頃正式にフランス王太子妃となっていたメアリー・スチュアートが王位を主張する可能性がありました。枢密院はメアリーに対し、後継者にエリザベスを指名するように要請。死期を悟った彼女は、ついにエリザベスを後継者に指名し、残った借金の返済とカトリックを国教として保護するよう言い残しました。そして1558年11月16日、イングランド初の女王メアリー1世死去。42歳の若すぎる死でした。メアリーの死を知ったフェリペは妹への手紙に、彼女の死に少なからず心を痛めている。それでも私は彼女を恋しく思うだろうと書き送っています。フェリペにとってメアリーとの結婚は政治的なものに過ぎませんでした。それでも彼女に対して一定の敬意と情を持っていたことも事実なのでしょう。彼女は王の娘であった。彼女は王の姉であった。彼女は王の妻であった。彼女は女王であった。そして同時に彼女自身王でもあった。そのそれぞれの立場で彼女が味わった苦難についてここで振り返るのはよしましょう。彼女は世界中から愛され、称賛され、敬われていました。彼女はまさにこの教会で王国と結婚し、信仰と忠節の証としてダイヤの指輪を授かり、生涯それを外すことはありませんでした。彼女が王国への誓いを忘れたことは一度としてなかったのです。彼女は罪を犯した者たちに格別の慈悲を示し、貧しく虐げられた人々には深い憐れみと慈しみを注ぎました。そして没落していた多くの名門家を再興しました。これはこの国のいかなる君主よりも多く、私は神に二度とそのような再興の必要が起こらぬよう願うばかりです。これはメアリーの葬儀でウェストミンスター司教ジョン・ホワイトが述べた言葉です。しかしその裏でメアリーの印象操作はすでに始まっていたのです。彼女の命日はエリザベスが新たな女王として王国を戦争の危機と抑圧から救い、真の信仰と平和を取り戻した日として祝日とされました。エリザベスの即位を受け、国外に亡命していたプロテスタントたちが続々と帰国。
そうした亡命者の一人、ジョン・フォックスは、殉教者列伝の中で、これほど神の怒りと不況を示す出来事が立て続けに起こった知性は、この国の歴史にも他国の歴史にも存在しないだろう、とメアリーの知性を激しく非難。そして、異端法によって処刑されたプロテスタントたちの人生を、殉教者として詳細に記すことで、残虐なブラッディ・メアリーというイメージを形成していきました。そしてそのイメージは彼女の死後500年近くにわたって引き継がれていくこととなったのです。イングランド初の女王メアリー一世。彼女の人生は多くの悲しみと苦難に満ちていました。しかし彼女は決してただ悲劇に翻弄されただけの女性ではありませんでした。音楽や演劇を愛した彼女の知性にはミサ曲やレクイエムといった典礼音楽が活気を取り戻しました。中でも16世紀イングランド最大の作曲家トマス・タリスやジョン・シェパードがこの時期に多くの名作を生み出しています。エドワードの時代には衰退していた宗教劇や宮廷仮面劇も復活し、劇作家ジョン・ヘイウッドが宮廷に姿を見せるなど文化面でも活気が戻りつつありました。また新航路開拓を試みた商人たちを保護し、その結果イングランドはロシアのイヴァン雷帝と初めて本格的な通商関係を結びます。これは後のモスクワ会社設立につながる英ロ貿易の出発点でした。モスクワ会社の正式な設立はエリザベスの治世であるものの、投資を集め会社設立の基礎を作ったのはメアリーです。インフレ対策のための通貨改革を計画したのもメアリーです。しかしこれらの事実はエリザベスの治世に完全に忘れ去られ、急進的な宗教改革で大勢を無残に処刑し、恋に溺れて国を戦争に巻き込んだ愚かな女王というイメージだけが残されることとなったのです。しかし彼女は決して愚かな狂信者などではありませんでした。異端者の家系そのものはこの時代のヨーロッパでは決して珍しいことではなく、妹エリザベスの治世でも異端として家系に処された人々や反逆罪として処刑されたカトリック司祭たちがいました。歴史は勝者が作るもの。メアリーは歴史の勝者になることはできませんでした。それでも彼女は度重なる不幸を乗り越え、己の信じる道をひたすら貫こうとした戦う女王であったのです。もしメアリーが早くに結婚し子供を設けていたら、もしフェリペとの間に子供が生まれていたら、もしメアリーがあと10年長生きしていたら、その後のイングランドの歴史は今とは全く違ったものになっていたかもしれません。そして彼女自身が偉大な女王として称えられていたかもしれないのです。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。